春、ヘルシンキのとある朝。今日は朝からいそいそと荷物たちをお部屋から運び出しております。部屋を彩ってくれていたお気に入りのポスターたちも外して、はい、数日後です。引っ越しましたおそらくこれがフィンランドで最後のお引っ越しに、おそらくというか確実に最後のお引っ越しなんですけど、隣のお部屋に今回はお引っ越しをしました。こんな感じで扉が2つあって、こっちが前のお部屋で、こっちが新しいお部屋です。よいしょ。ちょっと本当にもうぐっちゃぐちゃであんまりクリアに映せないぐらいぐっちゃぐちゃなんですけど、ちょっとぼやかしときます本当は私的にはその元行った小さいお部屋にずっと最後まで暮らすつもりで入居してきたんですけど、移動する必要がありますっていうことを入居した後に伝えられて、ちょっと選択肢がなくこっちのお部屋に引っ越してきましたね。もうコペンハーゲン旅から帰ってきてすぐお引っ越しだったので、帰ってきてとりあえず荷物とかをこっちの部屋に移して、でそれから旅 Vlog とかは感情がまだ新しいうちに、思い出が新鮮なうちに編集したかったので、バーッととりあえず動かした状態で編集を進めて、今終わってこれからやっとお部屋を片付けられるといった感じです。いや嬉しい。ずっと気になってて、やっぱりお部屋の乱れは心の乱れですね。本当にもうずっと心がクサクサしているのを感じていたので、やっと手をつけられる日が来て本当に嬉しいです。ちょっとこれから綺麗に整えていこうと思います。こんな感じで今回はバルコニーもあるので、ここのバルコニースペースも机を置いたり、ここでのんびり過ごせるようにしたいなと思っています。景色がねすごい綺麗。森です。鳥の声が聞こえてめちゃくちゃ気持ちがいいです。よし、お掃除と部屋作り頑張ります。まずはこのお気に入りの香りで気分を上げて、はい、いい香りで音楽を流そう。気分の上がる音楽を流して、何にしようかな。まずはお部屋の中心となる机周りから作っていきます。拭き掃除をして配置を試行錯誤。ある程度決まったら、ひとまず物たちをしまってみます。とりあえず今日はここまで。この後はバイトがあるので出かける準備をしていきます。太陽の光差し込む大きな窓に向かって置いた机の上でメイクをするのが楽しいです。この机と左側の引き出し収納はもともとお部屋についていたもの。私がゲットしてきた足の丸みが可愛いデスクもお気に入りだったけれど、広めの机って作業がしやすくて最高です。部屋もすっきりとしたので気持ちも爽やかに出発できて嬉しい。
目覚めた瞬間、自分の心地よい空間が広がっていて、朝から気持ちがいいです。大きく伸びをして、ふと外の空気を浴びたくなってバルコニーへ。この間、友達がオレンジをみかんみたいにして剥いてくれたのが美味しかったので、最近はそれを真似しています。のんびり日記を書いたり、今日やりたいことや最近のあれこれをノートに書き出して整理していきます。今日は昨日のお部屋作りの続き。ひとまず全体に手をつけられるといいな。まずはこのお洋服ゾーンから。新しいお部屋には収納がほとんどないので、できるだけ吊り下げる方式でいこうと思います。ここでも旅トラの吊るせる収納ボックスが大活躍です。ひとまず適当に置いていた洋服たちを整理して、頭をうんうんと悩ませながら使いやすくかつ目に入った時にすっきりと自分にとって心地よい配置を試してみていきます。ズボンたちは椅子の上に畳んで、ニットやかさばるトップスはハンガーに吊るして、肌着や薄手の T シャツ、あとは下着や靴下などの小物類はこの吊るせる収納ボックスにしまっていこう。適当に貼っていたポスターたちも整えて、とりあえずこんな感じかな。お次はデスク横の壁を彩っていきます。ここは常に目に入る場所なので、いい感じにできたらいいな。今はとりあえず仮でこのポスターたちを貼ってみていっています。やっぱり自分の好きなポスターたちをこう貼ることによって自分の部屋、自分の結界っていう感じがするので、あと雰囲気もガラッと変わって、で気分を変えたいなっていう時は模様替えというかこう貼り替えもしやすいですし、自分のお気に入りのポスターだったり紙物を集めてストックしておくことをおすすめです。こう色で合わせたりすると統一感も出るので、ここは黒ゾーン、そっちの壁は今水色ゾーン。このハンガーラックにかかってるコペンハーゲンでゲットしたトートバッグの色がそういう水色系の色だったので、とりあえずそんな感じで分けてみています。でこっちはフローゾーンにしてみてるんですけど、意外と緑とかが多いので黒でキュッと締めたりするといいかなっていうのと、あとこの椅子が私の大好きな IKEA の椅子がオレンジ色なので、オレンジ入れてあげると差し色になるかなと思って今ちょっと試してみようかなと思っています。フィンランドに来てこれが何回目のお引っ越しだろう。その住む場所を変えるっていうことで言ったら、一番最初のところは、Airbnb に泊まって、その後ワーカウェイホームステイに行って、その間ちょっと1週間4日間ぐらいロバニエ見に行ったりしたんですけど、それはカウントせず、また市内に戻ってきて、でしばらく家探しをホステルに泊まりながらしてたので、ホステルから4畳半の小さな部屋に引っ越しで、4畳半の小さな部屋からここの隣のお部屋に引っ越し、そしてこのお部屋にも引っ越し、計6回のお引っ越しをしました。このフィンランドの1年間、もうこれが絶対最後なんですけど、いやー、自分の意図せぬ予期せぬお引っ越しが結構あって大変でした本当に大変だった。いやよくやったな。
ぱり自分の住む場所が変わると心もそわそわするし落ち着かないんですよね。やっぱり、期間限定の住まいであれ自分らしいお部屋、自分が帰ってきてホッとするようなお部屋を作るかっていうのをすごくこの1年間で学んだなと思います。例えばこのポスターも自分色にこう結界を張るじゃないですけど、自分の縄張りですよ。自分が落ち着く空間をこう彩るっていう意味では一つのお部屋作り術だと思うし、あとやっぱりどんな時も自分が心地いい場所にするためには最初に自分で全部こう拭き掃除とか、掃き掃除とか、壁とか気になるところ全部拭いちゃうっていうのがすごく心地よくなる技だなと思っていて、というのもどこにどんな汚れが、どこにどんな傷がとか、このお部屋のことを知るのにこう拭くっていう作業、お掃除をする作業っていうのがすごく自分に近くなる作業、その部屋のことを知ったり部屋のことを把握するっていう意味ですごくいい作業だなと思っていて、まずお部屋に入ったら皆さんそうだと思うんですけど、もうくまなく拭いて触ってみて、ここにこういう傷があってここにこういう汚れがあって、でもそれは全部拭いたから大丈夫っていう感じで、お掃除って自分の気持ちのいい、心地のいい居場所づくり、空間づくりになるなって思いました。逆？こうか。他にも私なりにお部屋作りで意識していたなということはこんな感じ。自分にしかわからない微調整を幾度も繰り返して一番しっくりくる配置を探していきます。これは昨日セントジョージズベーカリーでテイクアウトしてきたシナモンパンの上にクリームチーズクリームなんて言うんだろう、チーズ風味の生クリームが乗ったパティスリーです。これとっても美味しい、めちゃくちゃ美味しいです。ぜひ。私は今昨日テイクアウトしてきたものなので結構パンが硬くなっちゃってたので上のクリームをこそって避けてパンの部分だけ温めて食べています。美味しい。シナモンロールも美味しいんですけど、このクリームがめちゃくちゃ美味しくて一休み。カロリーすごそう。今日はこれから、夕方からバイトがあって、あとは今週の金曜日にアップするコペンハーゲン一人旅の動画の字幕をつける作業をしちゃいたいなという感じです。コペンハーゲンの旅 Vlog がすごく自分でもお気に入りに作れたので、ぜひ皆さんも見ていただけると嬉しいです。旅 Vlog は編集は大変だけど楽しいし、作った後の達成感がすごい得られて嬉しいです。めちゃくちゃ綺麗。これはちょうど今日アールトのアートデザインフェスティバルみたいなフリーマーケットのようなところに行ってゲットしてきたポストカードです。すごい夕焼けというか、この幻想的な夢の中みたいな色合いがすごく好きで、これとこの同じ写真だけど印刷というか多分インクの違いによってこう全然雰囲気の違うポストカードを3つゲットしたので、それのうちの1つをちょっと夢っぽいなと思って貼ってみたいと思います。あとこれもなんかちょっと夢の中みたいな色合いっていうのと、あとベッドがこういう水色とか淡い青色で、ここにあるもう一個のベッドもそういう色なので、ちょっとなんかそういう明るい淡い水色とかピンクで夢の中みたいな空間にできたらいいなと思って
これを選びました。あともう一個、これもちょっと貼るか迷ってるんですけど、この間デザイン美術館に行ってゲットした Vlog でもご紹介したかもしれないんですけど、ハウルみたいな色合いのポストカードです。いい感じに組み合わせて壁に貼れたらなと思います。あ、きれいきれい。どうだろう、なんか結構強いなあ。どうだ、かわいい。とりあえずお部屋の形ができたので、軽くルームツアーをしていきたいと思います。この扉ですね。ちょっと入ってすぐになんとベッドが2つあるんです。ここ本当は2人部屋で使うことのできる広いお部屋で、そこを今1人で使わせていただいているので、もう一つベッドがあるんですけど、私はもうここはこんな感じで慣らしてソファーみたいな感じで使おうかなと思って、枕は取ってこんな感じにしています。なんか作業で疲れて寝っ転がりたいとか、ちょっと筋トレしたいとか、そういう時この手前側のこっち側のベッドを使って、寝る時はもう向こうっていう感じで分けております。ベッドはこんな感じで、この布は前もご紹介したラプアンカンクリでゲットしたリネンです。これとっても気に入ってます。こんな感じで裏もあって、バルト海のデザインのリネンになっています。で、さっきあんな感じで枕元は貼りました。で、ちょっと香りのものを2つ置いております。寝る前ちょっとすっきりしたいなとかリラックスしたいなっていう時にアロマと、あとスプレーですね、置いております。で、こっち側ベッドの横には部屋着だったり、あとパジャマですねを置いております。この部屋がすごく椅子がたくさんあるお部屋だったので、もともとついている家具で、なのでちょっと椅子を活用しようということで、こんな感じでベッドの脇に置いてパジャマとか部屋着を置くようにしています。で、今度デスク行く前にこっち側入ってすぐのとこにある、ここにはいつもの君たちはどう生きるかのパンフレット、ちょっと今回これの行き場があまり定まってないんですけど、とりあえず入ってすぐのところに置いておいて、で、この棚も元からついている棚なんですけど、中が結構仕切りになっていて、本とか雑誌を入れるような棚なのかな、あまり収納できそうな感じではなかったので、ひとまず細かいものとかちょっと入れて、この上に置いてあるのがお出かけから帰ってきた時にバッグの中のものをとりあえず出しておく定位置です。なのでバッグの中身、よく持ち歩いているものたちが置いてあるかなと思います。必需品ポーチだったり、ミントタブレットだったり、アクセサリーだったり、ハンドクリームだったり、あとお財布だったりが、とりあえずバッグの中のものを出してここに置いといて、その日のバッグをここで選んで、この中のものを入れて出ていくっていう感じで、これがすごく調子よくて、なんかカバンってそのまま置きっぱになっちゃうことが今まで多かったんですけど、こんな感じで帰ってきた時に中身を一旦全部出すっていう作業がすごい心地いいなって感じてるので、これからも続けていけたらいいなと思っています。この椅子も元からついていた椅子で、その上にカゴ、これは洗濯物をここに1回ステイして洗いに出しております。この間整理した場所です。で、ここにバッグ類で、ここに旅トラの収納、下着とか肌着とか薄めの T シャツとかが入れてあって、セーターとかトレーナーとかかけて、リュック、あとズボン、ジーンズ類です。コペンハーゲンの動画でもご紹介したかなと思うんですけど、コペンハーゲンでゲットしてきたヘンリック・ビブスコフというデザイナーの方のコレクションの余り布で作られたバイブスバックスというトートバッグです。これすごい最近気に入ってずっと使っているので、あとお部屋のアクセントにもなるので、ここの一番端っこにかけております。で、こちらかなり大容量のバッグが出てきました。こちらもこの間言ったコペンハーゲンのハートというカフェでゲットしたトートバッグです。
最後まで悩みに悩みましたがゲットしてよかったです。皆さんすごいトートバッグを応援してくださって嬉しかったです。コメントで買ってよかったですよって皆さん言ってくださってめちゃくちゃ嬉しかったです。後ろはこんな感じでハートのロゴが入っていて、中はトートバッグ類とか、洗濯の小物類とかをまとめて入れています。チームコペンハーゲンですねという感じでした。で急に日が差してきたんですが、わー綺麗。ここがデスクになっております。もう大きな窓をね見て作業できるのが最高です。今一番こっちにあるのが IKEA のアルミの棚ですね。今まで壁沿いに這わせていたのをデスクの横に置いてみました。でこの白いデスクは元から部屋についていたやつで、こっちの引き出し収納と、あとこのゴミ箱ももともと部屋についていたものです。それ以外は私が持ってきたものかな。ここでいつも作業したり日記を書いたりおやつを食べたりお茶を飲んだり本を読んだりしております。ここはもういつも通り毛糸が入ってるボックス、本とかあと文房具とかいろいろ置いております。で今窓際のここに植物たちとガラスたちと、あと永谷園の毎回セレクトしてるんですけど、今はこの2つを飾っております。ベランダはこんな感じで、今ちょっと風が強くて外出ると音がとんでもないことになるので出ませんが、今とりあえずそこに机と椅子を置いて、たまに日差しが強すぎてちょっと机と椅子怖い時があるので、その時はもともとこの部屋についていた布をこうかぶせています。たまにねここでお茶を飲んだり本を読んだりしております。晴れた日とかすごい気持ちいいんですよ。お気に入りのバルコニーです。こんな感じかなと、ひとまずこんな感じでお部屋を彩ってみました。帰国まであとちょっとなんですけど、最後まで自分が心地いい空間でこのフィンランド生活を楽しみたいなと思ったので、自分の今あるものでできることで自分の好きな空間を作ってみました。あと少しのフィンランド生活動画も撮って残していけたらいいなと思うので、このお部屋で撮ることも多いかなと思いますので、また引き続き楽しんで深呼吸しに遊びにいらしてくださったら嬉しいです。なんかこういう動画も撮ってほしいよフィンランドにいる間にっていうリクエストとかがあれば、ぜひぜひコメントで教えてください。それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。多分今日本は新緑の季節、緑がもう元気になっていく季節かなと思うので、今しかない季節を楽しんでください。あと体に気をつけて美味しいもの食べてたっぷり寝て健やかな日々をお過ごしください。